生大逆転を可能にする人生レシピです。引き寄せの法則は最近ブームにもなっているので、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。これはぜひに知ってほしい人生レシピの一つです。引き寄せの法則については簡単に説明をすることには無理がありますし、正しくお伝えしようとするとどうしても長時間になってしまいます。今日はざっくりと見出し的にご説明をさせていただいて、後で一つずつ深掘りをしていきたいと思います。引き寄せの法則を正しく理解すると、大原則は2点です。類は友を呼ぶという類友の法則。思考は現実化するという法則になります。この2点はとても奥深いものになりますが、抑えるべき点をしっかり抑えると、いいものだけを引き寄せられるようになりました。この2点を説明していく中で理解する必要がある点として、思考は磁石、脳の特性を理解する、どんなドラムを叩くかで結果は変わる、正しいオーダーの出し方、受け取るために許容し可能にするという項目についてご説明をしていきたいと思います。せっかくオーダーをうまく出せても、受け取る準備ができていなければ受け取ることができませんので、最後までしっかりやらないともったいない結果になります。そんな流れでご説明をさせていただきたいと思います。引き寄せの法則を正しく知って人生を送るのと、知らずに人生を送るのであれば、必ず結果が変わります。それを信じた人にだけ作用するのではなくて、信じようが信じまいが作用するのです。それがある意味怖い事実でもあります。私は過去痛いほどマイナスを引き寄せていましたから、マイナス思考で生きることの怖さを今は痛感していますし、ビフォーアフターをたくさん経験してきました。私は起業するにあたり、経営学や難しい本もたくさん読んできましたが、人生を変えてきたと言える本は2冊と言えます。思考は現実化するというナポレオン・ヒルの本を読んで、潜在意識に落とし込みました。その時の感想はというと、本は分厚いし正直言うと難しくてよくわからない。しかもすごい著名人の名前がいっぱい出てきて、自分とは程遠いと感じてしまいました。ちょうどその後起業した頃に、エイブラハムの引き寄せの法則が出たので、これをまた読みました。根本はナポレオンヒルの思考は現実化するという内容のステップアップ的な本だなという感想を抱いたのを覚えています。起業した頃はむしろ軽く見ていて、そんな考えもあるんだなぐらいにしか感じていませんでした。この2冊の本自体が難しすぎたというのが本音ではあります。ですが、潜在意識に落とし込んでおきました。私が無意識でやっていたのは、わからないことはジャッジせずに潜在意識に入れておこう。この思考法は正しかったと言えます。ですが、起業した後でうまくいったこと、うまくいかなかったことを検証してみると、ふと気がつきました。成功したことはこの法則に従っていた事実がある。そして失敗した時はこの法則の逆をしていた。気がついてからは劇的に良くなりました。引き寄せの法則を一言で言い表すとすると、それ自身に似たものを引き寄せるということです。類は友を呼ぶとか、天に唾を吐くとか昔から言いますよね。自分に跳ね返るという意味になります。朝起きた時に気分が良くないと思うと、気分が良くないという一日を引き寄せます。病気のことを年中気にかけていると病気を招くでしょう。逆に繁栄のことばかりを気にしていると繁栄という結果になるでしょう。類友の法則とは、自分が最も頻繁に接する5人の年収の平均が自分の年収になると言われています。それほど自分の周りにいる人の影響が強くあるということになります。
それは金持ち志向になるか貧乏志向になるかということが影響されていると思われます。太っているコミュニケーションの場に多くいる場合は自分も太ることになるでしょう。それはすごい勢いで食べる人の横にいると一緒になって食べてしまうという習慣ができてしまう。そういう思考が影響されていると思われます。ご夫婦でも最初は全然違うタイプのご夫婦なのに年齢を重ねると性格や顔まで似てきたりするっていうことありますよね。類友の法則から言えばなりたい願望に近い人のそばにいることです。だけどストーカーになってもね困りますから、もしそばにいることができないという場合はその方の動画を何度も見てみるとか、その方を想像してみるとかでも大丈夫だと思います。自分の潜在意識に何度も落とし込む、すり込むということが大事なポイントになります。頭の中にある脳の特性については奥深いものにはなりますが、簡単に言うと主語が自分に置き換わります。そして脳は否定語を理解しないと言われています。未来や過去も区別しないという特性があります。例えば井戸端会議で悪口を言うとします。A さんね、ああ見えて本当は貧乏みたいよ。ああやだ、あんなブランドコピー持ってさ、ああはなりたくないよね。というとオーダーはこうなります。自分は貧乏を望んでいます。というオーダーを出したのです。すぐに願いは叶うでしょう。人を呪うような人は必ず自分に返ってきます。そういう意味で人の悪口を言うほど怖いことはないということが理解できるのではないでしょうか。私はそういうグループに身を置いていたのならすぐにさよならします。自分の未来に影響してしまいますから、すっごく怖いことです。あなたの思考には引き寄せの法則が常に働いています。過去の何かを思い出していても、今何かを観察していても、未来の何かを想像していても、今あなたがフォーカスしている思考はあなたの中にある波動を引き起こす。そして常にその波動に対して引き寄せの法則が働く。その波動、ドラムと言い換えると分かりやすいかもしれません。どんな感情のドラムを叩いて波動に変えているかということです。望まないことに思考を集中させてしまうと望まない結果を引き寄せてしまう。成功している人のほとんどはそれを無意識でもやっています。望まないドラムを叩き続けるか、それとも素晴らしい人生を望んでドラムを叩き続けるか、結果はすべて自分に返ってきます。自分を磁石だと考えると分かりやすいかもしれません。貧乏だと感じていたら貧乏になる事柄がたくさん起こるでしょう。決してお金持ちにはなれないという結果になる。自分の頭の中にあるものを磁石のように引き寄せるのです。望む望まないにかかわらず考えていることが実現する。あなたは考えを向ける対象を経験の中に引き寄せる。例外はありません。どんなドラムの音色を叩くかということが大変重要なポイントになります。腹立つ気持ちで幸せになりたいと無理やりオーダーを出したとします。それは叶わないでしょう。その波動がドラムとなって叩くからです。腹立つすごい感情の波動を出して幸せになりたいとなんか喧嘩腰で願うとすると、腹立つプラス幸せになれたらいいなという願い、そういう姿を想像してみてください。その願いはこういうことになります。もう腹立つという願いを叶えてくださいということになります。そう言うと、幸せはどこに行ったの、幸せにって言ったよとなると思います。幸せの定義って人それぞれですよね。腹が立つことが幸せだなというそういう定義にされてしまったということになります。
腹立つ望みが幸せでしょう。はい、了解しましたよ。お届けしますということになるわけです。正しいオーダーの出し方は、とてもいい気分になった時にオーダーを出します。それももう無理やりね、いい気分にもうならなければいけませんので、人はね、感謝の言葉を出すと、なぜかいい気分になります。だからもう「ありがとう、もう最高に嬉しい」とか、もう「本当にいい気分最高だわ」というようなことをちょっと繰り返し言ってみます。いつも「もういい気分でさせてくれてありがとう。もう最高にいい気分だわ。私信頼できる仲間がたくさんそばにいてくれてもう幸せになれました。ありがとう」だってもう次から次へと素敵な人と出会ったし、またそれがいい人なのよ。どんどんいい仲間の輪が出てきたわ。もう本当に嬉しい。ありがとう。もう感謝しかないわ。もう最高に幸せ。いつもありがとね。そんな感じでね、決して敬語なんかいらないんです。もうお友達に言う感じで全然大丈夫なので、もう本当にタメ口でも大丈夫です。もう自分の感情をね、プラスの感情に持っていって、オーダーを出すということが大切なことになります。